今の暗号資産市場は価格は弱いのに資金だけが流れ込んでいます。実はこの矛盾こそが次の大きな上昇の前兆になる可能性があります。今日はその理由を事実とデータから深掘りをしていきたいと思います。こんにちは。ビットレード X 認定パートナーの櫻井です。AI を使った次世代投資ができるビットレード X。このビットレード X の事業説明ウェビナーを定期的に開催しています。ウェビナーの日程に関しては概要欄に記載しています。興味のある方はぜひ一度は聞いてみてください。では今日の内容に入っていきますけれども、今日お話しする内容は特に今このタイミングだからこそ重要なテーマになります。なぜかというと、ここ数日ビットコイン、イーサリアム、XRP、そして同時まで多くの主要通貨で価格は弱いのに機関投資家の資金だけが静かに、しかし確実に流れ込んでいるからです。普通であれば資金が入れば価格が上がるはずです。ところが今回は全く逆の動きになっています。これはただの価格調整ではなく、市場内部の構造が大きく変わっているシグナルなんです。さらにこの資金と価格のズレは次の強気の流れが始まる直前に見られる典型的なサインでもあります。つまり今日お話しする内容を押さえておけば、次の大きな相場の波で取り残されることなく自分の判断軸をしっかりと持つことができます。では早速本題に入っていきます。まず最初のテーマはビットコインやイーサリアムを中心とした ETF への資金流入です。ここ数日のデータを見ると非常に強烈な数字が並んでいます。ビットコイン ETF にはわずか数日で260ミリオンドルの資金が流れ込みました。これは弱気相場では滅多に起きない規模で明らかに大口の資金が動いています。さらに驚いたのはイーサリアムです。イーサのスポット ETF には2日間で175ミリオンドル、これが流入しています。しかも入れているのはブラックロックやフィデリティといった世界トップクラスの運用会社です。同時に関してはビットワイズが同時の ETF を新たに上場させ、ニューヨーク証券取引所で取引がスタートしました。ミームコインがとうとうトラッドファイ、大手金融の領域にまで入ってきたという象徴的なニュースです。さらに XRP も ETF 関連の期待が一気に高まり、チャートが短期的に反発しています。もちろんこれはあくまで期待先行ではありますが、ETF 関連銘柄全体に資金が広がり始めているのは事実です。では、ここで一つ整理しておきたいのは、ETF にお金を入れているのはほとんどが個人ではなく機関投資家ということになります。つまり、プロの投資家が今何を考えているのかというと、短期の値動きに関係なく、中長期で仮想通貨に資金を入れ始めているということになります。この動きは今後の相場を考える上で非常に重要なポイントになります。では次にお話ししたいのは今日の意外な事実です。それは需要が増えているのに価格はむしろ下がっているという矛盾した状況です。例えばイーサリアム、ステーキング需要は大きく増えており、ETF にも資金が入り、クジラも買い増しを続けています。実際ある企業は7800イーサ以上を長期で保有しており、先週だけで400イーサ以上のステーキング報酬を得たと報じられています。それにもかかわらず、イーサの価格は3000ドルをしっかりと超えられないどころか、RSI や MACD を見てもまだ弱いトレンドの中にあります。本来であれば、これだけ需要があれば価格はもっと強く反応するはずです。XRP も同じです。ETF 期待で価格は急反発していますが、OBV を見ると出来高が弱く、上昇の勢いがまだ足りません。過去にも同じように短期で跳ねた後、すぐに失速したパターンがあり、今回も同じリスクがあると言われています。同時に至っては、ミームコインでありながら ETF が作られるという異例の展開です。確かに流動性はあるものの、ユースケースや技術的な基盤は弱めです。それでも伝統的な金融機関が同時に興味を持ち始めているというのは、ある意味意外なことです。ではなぜこんな矛盾した動きが起きているのでしょうか。ここからは
事実を踏まえて背景を分析し、今後の展開について話してみたいと思います。まず結論から言うと、今の市場は中長期の強気の準備期間に入っている可能性が高いということになります。では、その理由を順番に見ていきましょう。まず一つ目です。流入しているのは長期マネーです。ETF に流れ込んでいる資金は短期トレードではなく、長期保有を前提とした資金です。こういった資金は一度入るとなかなか市場に戻ってきません。つまり市場に出回るコインの量が徐々に減っていくわけです。これは中期的に価格を押し上げる大きな要因になります。そして2番目です。価格が弱いのは市場全体のムードのせいです。個別銘柄の弱さではなくって、今はマクロ経済や投資家全体のセンチメントが重くなっています。これは株式市場にも同じことが言えます。つまり暗号資産単体の問題ではなくって、環境要因による重し、これが価格の上値を抑えているだけなんです。そして3つ目、本格反転は静かな積み上げの後に起きるということになります。これはもう一つ重要な点になってきますけれども、大きな上昇っていうのは静かに仕込みが続いている時に始まることが多いということになります。ETF の流入、クジラの買い、ステーキングの増加、こういった静かな積み上げが起きている時期こそ次のサイクルの入り口になります。これは2020年のビットコインの上昇前にも同じ現象がありました。こういったことを踏まえてまとめますと、今は一見価格が弱く見えますが、その裏では強気材料が積み上がり続けています。短期的には上下に触れやすいですが、長期の資金が静かに動いている以上、次の上昇のチャンスが訪れてくるんじゃないかなと思います。今こそ感情ではなく事実とデータで冷静に判断するタイミングになってくるんじゃないかなと思いますけれども、僕はこうした短期で方向感が読みづらい相場でも、僕は自分で張るポジションとは別に AI がリスクを管理しながら運用してくれるビットレード X も併用しています。これからの時代は投資においても AI を使っていくのが当たり前になってくると思います。これは3年前にチャット GPT が登場した時に AI を仕事に活かすっていうことに関してまだまだ難しいでしょうって皆さん思っていたと思いますけれども、今では当たり前のように AI を仕事に取り入れていると思います。そうなってくると投資においても AI が入ってくるのは当たり前なんです。そしてその当たり前になってくるんですけれども、 AI を使って投資をしていくっていうのが本格化してきたっていうのがちょうど今なんですよ。数年後には当たり前のように投資でも AI を使っていると思いますが、流通してから始めるのか、それとも今から始めておくのか、ここで結構差っていうのはね、出るんじゃないかなと思います。なので、ビットレード X は AI を使ったステーキング、これが可能なんです。この説明に関してはウェビナーをしていますので、興味のある方はぜひ一度だけでもいいのでね、話を聞いてもらえたらいいなと思います。ウェビナーの日程は概要欄に記載しています。はい。ということで今日の内容がこれからの相場を見る視点のヒントになれば嬉しいなと思います。短期の上下に振り回されずに一緒に資産を増やしていけたらと思います。はい。本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。